こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのいわゆる神経障害についてお話ししたいと思います。ボールパイソンの中にはですね、首がフラフラするような挙動をする個体がいて、でそういう動きをするこのことを、俗に神経障害と言ったりします。最近ではその障害という言葉が強すぎるのでシンドロームと言ったりしますけど、症候群という意味ですが、そういう動きをする子がいるわけですね。でこれはスパイダーというモルフに多いと言われていて、イメージとしてはですね、首に2本の操り人形の糸があるとして、その片方が切れてしまったようなフラフラっとしたり斜めになったりとかする動きをします。あとはですね、首をぐーっと上に持ち上げて、もっとぐーっと上に持ち上げて完全に反ったような動きをしたりもするのですが、この子ね、そんなにない。スパイダーには多かれ少なかれ必ずシンドロームがあるっていう人と、あとはスパイダーの中にもシンドロームのない子もいるよっていう人がいて、ちょっと意見が分かれているところだと思うんですけど、基本的にスパイダーには出やすいと言われています。でも全然あれですね、もっとね分かりやすくグニョングニョンってなったりするんですが、今うちにこの、動画を撮るにあたって、シンドロームのある子いないかなって探したんですけど、ちょっとね見当たらない、顕著な子が見当たらない。もっとねフラフラってするんですよね。これは TSK アザンのスーパーパステルスパイダーっていうやつです。もう白ヘビにクモの巣のような柄というか稲妻のような柄が入っているかなりかっこいい子ですね。出ない。スパイダーの他にもヒドゥンジンウォマーというものもシンドロームがあるって言われたりするんですが、この子はどうでしょう。しっかりしてるね。パステルヒドゥンジンウォマーイエローベリーというものです。柄がパッキリしてて綺麗ですが、シンドロームの様子は見れない。じゃあそのシンドロームがあるのがいいことなのか悪いことなのかというとですね、ない方がいいっていう人の方が多いかなと思いますけれども、もう全く気にしないっていう人も実は少なくなくて、でシンドロームがある方が餌食いがいいって言われたりしてるし、多少挙動がフラフラしていたとしても、それで命に関わるとか、寿命が短くなるとか病気になるとかそういうわけではないので、動きが独特っていうだけなので、それはそれで可愛い個性じゃないって言われたりも考える方もいます。私もそのタイプですね。シンドロームがあるからダメだとは思わないので、スパイダーっていうのはすごくかっこいいモルフでなので、シンドロームごと愛していただけたらなと思いますけれども、今日はちょっと動きをする子がいなかったので、ちょっとそうですね、僕が再現すると、こんな感じ、こんなになってフラフラっていう感じとか、あとはもうスターゲイザーっていうんですけど、名前もかっこいいでしょ。スターゲイザー、こういう感じですかね。こんな感じで、ケージの天板に沿うような感じで立ち上がったシャチホコみたいなそういう動きもしたりもしますし、うちにいた子の中で一番シンドロームが激しかった子はですね、もうたまにブワーって一人で回り出してケージの中を一人マリオカートみたいになったりとかもして、どうしたっていうような動きを斜めになりながらしてたりとかもしました。あと多いというか、よく見られるのは餌を取りに行くときに、飛びつくときにですね、多分ちゃんと見えてはいるんでしょうね。だけど体の操縦がうまくいかないっていうことなんだと思うんですけど、餌がここにあるとしたらこういったりとかこういったりとか、スカルっていうんですか、ちょっとそれることがあるかなと思います。毎回必ずってわけじゃないんですけど、
なのでそういう子はこう上げ方をちょっと工夫して射程を長く取りすぎない、あるいはこうちょっと体から離すと、あんまりこういう感じで上げると反れた時にこっちに噛みつかれたりとかっていうのもありますので、ちょっと上げ方を調整したりする必要があると思いますが、もうねやっぱり全体的にシンドロームのある体下がりがいいかなっていうのは俗説なのかもしれないですけど、体感として僕もすごくあります。ボールパイソンを飼う時にそういう子がいたとして、お迎えされた子がだんだんそういう兆候が出てきたとして、そういう子もいるんだよで、なるべく個性として受け止めてあげてほしいよっていうことでした。今日はボールパイソンの、いわゆる神経障害、最近ではシンドロームと言われる特徴についてお話をしました。当店の生体在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。